はい、トライラの川原です。今回は After Effects と JavaScript を使ってこんな感じの丸×ゲームの作り方をご紹介していきます。ウェブアプリ仕様なのでブラウザで開いてプレイする形となります。久々の AE 関連ネタになるのですが、ちょっと思考が今までとは違った方向性となっています。というのも最近僕はアプリを作りながらプログラム系の勉強をしていたのですが、そんな中で AE とかモーショングラフィックスの新しい使い方みたいなところも結構いろいろあるなという発見とか、また昔からこんなんできたらいいのになと思っていたものが実現可能になってきたりとかいうところがありまして、そういった部分を自分の頭を整理する目的もあってちょこちょこまた動画でまとめて共有していこうかなといった感じの試み内容となっています。では早速やっていくのですが、まず最初に今回の制作の内容と工程をざっとまとめておきます。作るもの丸×ゲームのウェブアプリ。制作工程1、ゲームのグラフィックとモーション素材を AE で作成。2、作成した素材を AE からロッティでレンダリング。3、チャット GPT でゲームロジックのコードを生成して実装という流れになるのですが、何のこっちゃという感じもあると思うんですが、要はゲームのグラフィックとモーションを AE で作ります。アニメーションですね。で、それをロッティ形式でレンダリング。これはアニメーションの内容をコードで書き出すレンダリングとなります。このロッティというのはシェイプとかベクターアニメーションですねを全部コードで書き出して、そのコードをリアルタイムでウェブ上で再生できる機能ツールとなります。で、基本的に対応しているのはベクターアニメーション関連です。画像素材はリンクで読み込めるのですが、動画の再生は基本的に対応していないはずです。それもあってエフェクト関連もほぼ使えなくて、レイヤースタイルもダメなはずです。ただエクスプレッションは結構そのまま再現できそうな感じではあります。で、ロッティ形式で書き出した AE のアニメーション素材をチャット GPT に読ませて、この素材を使ってゲームロジックのコードを生成してくれという感じでコードを生成してもらって実装を行っていくという流れになります。で、今回使用するツール After Effects、グラフィックとモーションの作成ですね。で、ボディムービング、これは After Effects のプラグインでロッティにレンダリングするためのツールとなります。無料で使えます。で、次チャット GPT、コード生成で使います。僕は今回有料版使ってますが、無料版でも作れるはずです。で、ビジュアルスタジオコード、これはマイクロソフトが提供する無料のコード編集アプリです。で、ライブサーバー、これはビジュアルスタジオコード用のプラグインでコードで書いた内容を、今回ウェブブラウザ用ということで、書いたコードをリアルタイムでウェブ仕様でプレビューできるプラグインとなります。そして使用するコード、今回素材用のロッティは JSON 形式で、アプリ実装用のコードは HTML、CSS、JavaScript、いわゆるホームページ制作に使うコード群となります。では実際に制作を進めていきます。今回最終の出力がコードということもあって、After Effects も英語版を使っていきます。できる限りプログラム系日本語を使わない方がいいんだろうなというバグの元になったりもするんで、おそらく日本語版で問題はないと思うのですが、このあたりは好みでいいんじゃないかなと思います。ではコンポジションを作成します。新規コンポジションでまずグリッドのコンポジションを作成します。グリッドとして、今回は 1080×1080 のコンポジション30フレームで作っていきます。ではざっと作っていきます。まずレイヤー新規平面で背景を作成します。 BG。 次にペンツールでグリッドを描きます。クリックしてシフトクリックで横線を描きます。そして選択ツールで複製します。コントロール D、コントロール D、コントロール D と4つにしてずらして配置していきます。一番上と一番下だけなんとなく配置を作っておいて、すべて選択して分布させます。こんな感じですね。これでまず横棒ができました。それをコントロール D で複製して下に配置します。で、レイヤー新規ヌルを作って、この複製した棒の親に設定して R、回転を表示して90度な感じですね。そしてヌルは削除で、いらない
部分を削除と。これでグリッドができました。で、線の名前を一応変えておきます。ラインと。これ JSON で書き出したときに、グリッドという JSON ファイルのラインレイヤーという扱いになりますので、これ自分で分かりやすい名前を付けておく方がいいと思います。で、今回これ一つの図形なので、全部同じ名前にしていますが、例えばこれを個々に動かすようなときは別々の名前を付けて、それぞれにロジックを組むといったようなことになります。では次に丸を作ります。楕円形ツールでシフトドラッグで正円を書いて、中央揃えと。続けて×を書きます。ペンツールでシフトを押しながら線を書いて、コントロールオルトホームでアンカーポイントを中央に配置して中央に整列してコントロール D で複製、そして R を押して回転を表示して、一つは45度、もう一つはマイナス45度と。これで丸と×のグラフィックができました。で、これはそれぞれ別の素材として使いますので、プリコンポーズして分けていきます。まず円ですね。レイヤープリコンポーズで丸としておきますですね。で、レイヤーの名前は、円としておきます。何でもいいです。で、コンポジションサイズ合わせて小さくしておきます。コントロール K で300ぐらいかな。こんな感じですね。OK。そして同じように×選択してレイヤープリコンポーズ×として OK。で、同じようにコントロール K で 300×300 と。で、レイヤー名、どうしようかな。B1、B2 としておきます。じゃあ丸も M1 にしておきましょうか。こんな感じですね。これで丸と×の素材ができました。続けてアニメーションをつけます。まず丸も簡単にやっていきます。アニメーションの追加からパスのトリミングで、先に時間を進めてトリムパスのエンドにキーフレームを打って0秒で0にすると。で、キーフレームを F9 でイージングしてちょっくら緩急を調整。こんな感じですね。そして先端、線の端は丸めておきます。こんな感じですね。そして同じアニメーションを×にも設定しますので、トリムパスですね。コントロール C でコピーして0秒の×にコントロール V で貼り付けます。こんな感じですね。U でキーフレームを表示して×は20コマか。10コマで時間を半分、速度を倍にしてタイミングをずらす。で、2つ目は動きを逆にしたいので、シェイプの方向を逆にすると。これでもうアニメーションができました。こんな感じですね。で、あと丸×ゲームを作るために必要な最低限の要素として、勝ち負け、引き分けの文字ですね。これを作っていきます。文字で、勝ちと。コントロールオルトホームでアンカーポイントを中央に配置してセンター合わせでコントロール D で複製して負けと。一応これもコントロールオルトホームで中央揃え。
さらに複製して引き分け、またコントロールオルトホームでアンカーポイント中央にして中央ゾロへと。ではまたこれをプリコンポーズして別の素材にしていきます。勝ち、レイヤープリコンポーズ、ウィンとしておきます。で、買った時のアニメーション、スケール S を押して決め位置のキーフレームを先に打っておいて、大きい状態から出現すると。な感じですね。次、負けをレイヤープリコンポーズでルーズとして、負けた感じのアニメーション、上から降ってくるようなものですね。 P1 を表示して Y 軸にキーフレームを打って上から降ってくると。1つ目のキーフレームには F9 でイージング、加速をつけて少し進めたところで終了のキーフレームをコントロール C コントロール V、 そして間で少し上に上げてイーズをつけると F9 な感じですね。タイミングを調整します。こんな感じですね。そしてあとは引き分け、レイヤープリコンポーズで、引き分けドローで、ドローはスケール縮小拡大 S を押してスケール決め位置を打っておいて、0から大きくなって出てくると F9 でイーズで、さらに回転なんかも加えましょう。 R を押して回転のキーフレームちょっと傾けてぐるんと、こんな感じですね。引き分けなのであんまり速くなくてもいいか。こんな感じですね。確認します。勝ち、負け、引き分け、もうちょっと早くてもいいですね。引き分け、こんな感じですね。これでゲームに使うための素材、グラフィックとモーションを作ることができました。で、次にこれをボディムービンでロッティに書き出していくのですが、今回はその前に文字をアウトライン化しておきます。これレンダリングの時に設定もできるのですが、ちょっとなんか塗りの上に線とかバグりやすいので、先に自分でアウトライン化しておきます。ウィンは右クリック、作成のテキストからシェイプですね。で、元は削除。で、名前はもうテキストの位置で T1 としておきます。ルーズも同じように右クリック、作成、テキストからシェイプを作成。で、T2 と。で、3つ目。同じくクリエイト。テキストからシェイプを作成。で、T3 と。こんな感じですね。で、ここはもう必要ないので、デリートで削除。これでグリッド、丸、×、ウィン、ルーズ、ドローの素材となりました。ではこれをロッティに書き出していきます。ボディムービンをインストールしていると、Windows Extensions ボディムービンがありますので、クリックすると、パネルが表示されます。リフレッシュリストを押すと、現在のコンポジションが表示されます。今回は全て書き出すので、全部選択します。で、このセッティングのところで、この辺りで、このフォントをアウトライン化するとか、フォントをフォントのまま残して、ウェブフォントのリンクなんかを設定するみたいなところもあるんですが、今回は、ここのスタンダードだけチェック入っていることだけ確認してください。で、セーブ。そして書き出し先を指定します。新しいフォルダを作って、丸×としておきます。そしてファイル名は合わせておきます。×同じように全て設定します。ドロー。こんな感じですね。
グリッド、ルーズ、丸、ウィンで、設定ができたらレンダーを押します。これでレンダリングが始まりました。でも終わりました。ダン。すると、こんな感じで JSON ファイルが作成されています。Adobe After Effects JSON ファイルですね。で、今作った JSON ファイルの内容を確認できるツールというかサイトがあります。Lottie Files というサイトになるのですが、ここのプロダクツから、違うわ。こっちですね。JSON エディターというのを開きます。すると、こんな感じでここにコードが入っているのですが、これを削除して作った JSON ファイルをドラッグします。するとこんな感じで、このコードの内容がこのアニメーションだよという感じで確認することができます。他にもドロー、グリッドは静止画ですね。こんな感じで先ほど After Effects で作った素材が全てこのようにコードで書き出されていると。メモ帳で開くと分かりやすいんですが、これですね。この価値のアニメーションは全てこれで記述されているといったものとなります。ではこの素材を使ってチャット GPT で作っていきます。まず作成した素材のコードを全てチャット GPT にアップロードします。そして依頼を出します。今回はこんな感じで進めます。HTML5 キャンバスで丸×ゲームを作りたいです。After Effects で作成した Lottie の素材を使ってロジックを作ってください。JSON のパスは HTML と同じフォルダを指定。まずは 1080×1080 のグリッドを全画面の静止画としてキャンバスに表示してください。このキャンバスというのが Web 上のコンボジションのようなものですね。ここに 1080×1080 のキャンバスを作ってグリッドを表示してくれという依頼になります。これを送信します。するとコードが生成されます。Lottieアニメーションを表示するために Lottie Web ライブラリを読み込みます。で、キャンバスをセッティングしますと。このコードはもう HTML で Web ページ全体のコードが記載されています。とりあえずこれでコードが生成できました。これをコピーします。これが Visual Studio Code を立ち上げた画面となります。まずフォルダを開きます。先ほどの丸×フォルダですね。JSON が入っている。すると JSON コードが読み込まれます。で、新しいファイル。テキストファイル。で、ここに Ctrl+V で貼り付けます。Ctrl+S で保存します。保存先は同じ丸×で index.html と一般的な HTML5 ですね。このインデックスの部分はURL の名前になりますので何でもいいのですが保存します。するとこうですね、丸×フォルダに JSON とインデックスがあります。この状態でダブルクリックしても通常のブラウザではきちんと表示されないのですが Web 実装になっていないので、これをライブサーバーというプラグインここからインストールするのですが、これですね、ライブと検索するとライブサーバーというのがあります。これをインストールしていると右下に Go Live という文字が表示されます。これをクリックします。すると VSC から立ち上がるのですがうまく表示できていませんね。多分 1080×1080 のキャンバスが作られているのですがグリッドが表示されていないと。で、うまくいっていないときはだいたい Chrome の場合 F12 キーを押すとこのエラーですねが表示されます。で、このエラーをコピーしてGPT に戻します。グリッド JSON が読み込めてないよと。HTML のコードの変更、相対パスに変更しますと。修正がわからないときは、修正を反映したコード全文を出力してくださいと。で、このやり取りを繰り返していると、どんどんどこを修正すればいいかというのが分かってきます。で、コードをコピーして、
コントロール A、コントロール V で丸々貼り付けてコントロール S で保存します。で、このライブサーバーの場合はもうリアルタイムで反映されてエラーがなくなりましたね。ただ、表示はされていないと。で、これ、アフターエフェクツのロッティを扱う際に GPT がよくやるのですが、キャンバスにはレンダリングの種類というのがいくつかあって、GPT はキャンバスというレンダリング設定を使いがちな傾向があると思います。で、エラーがないのにこのアフターエフェクツのロッティ、JSON が表示できないときは、このレンダリング設定を SVG に変更すると改善することがよくあります。ですので今回もエラーはなくなりましたが、グリッドが表示されません。レンダリングを SVG に変更してくださいというふうに指示を出します。で、コピーして貼り付けます。これで表示されました。では次はここに丸と×を配置していきます。一つ一つ進めていった方がいいので、続けてグリッドの上に丸を全9マスに背景等価で配置してくださいと。するとまた追加の機能ですねが実装されます。グリッドの上に丸 JSON に背景等価で全9マスに配置します。ロッティウェブを使ってグリッドと同様に丸を SVG レンダリングし9マスに配置していきます。で、またコピーしてコントロール A で全選択してコントロール V で貼り付けてコントロール S で保存します。ただ再生されませんね。丸のアニメーションがグリッド上に表示されませんと送ります。結構こういった感じで対話形式で作っていくことになります。Z インデックス設定、丸がグリッドよりも前面に表示されるようにしますという風な修正を行っているようです。書き終わったらまたコピーして、コントロール A、コントロール V、コントロール S とで確認します。これで表示されましたね。で、この配置がずれています。このあたりは手入力で数値を変えていきます。コードを見てると9マスに丸を配置というポジションかな、1から9となっています。で、これの配置の設定ですね。例えばコントロール C、ポスでコントロール F で検索をかけるとポス関連のコードがこれですね。これで位置が定義されています。CSS ですね。スタイルシート。この数値を直接編集して位置を調整していきます。9個あっておそらく5個目ですね。1、2、3、4、5かな。中心になっていると思うので、360、360。上から360、左から360が中心になっていると考えたときに、一番左上は少し右に移動したいので、例えば左から50、ピクセル消えてるの、ピクセル。とするとこんな感じですね。少し右に行きましたね。上から75ピクセル、左から75ピクセルで、行き過ぎてる。ってことは70ぐらいか。で、コントロール S。こんなもんかな。とりあえずこんな感じでやってみます。70ピクセルずつ内側に入れたいので、2つ目は上から70ピクセル。って感じですね。そして3つ目は上から70ピクセルの720から70を引いて650と。こんな感じですね。そして4つ目は左から70ピクセルの5個目はそのままで、6個目は右から70引くので650と。で、左下が左から70ピクセル。上から650か。で、8は上から650。で、最後上から650の左から650かな。こんな感じですね。これで位置を合わせることができました。では続けてこれと同じ位置で×を配置していきます。
丸の位置を調整しましたと。今自分で書いた新しいコードを貼り付けつつ、位置調整した部分だけですね。そして同じ位置で×も配置してくださいと送ります。で、コードをコピーして、また Ctrl+A、Ctrl+V で貼り付けます。そして Ctrl+S で保存。すると、こんな感じですね。これでまず基本的なレイアウトができました。では、ここからプレイのロジックですね、ゲーム。クリックしたら動くとか、そういったところを追加していきます。これでグリッドに全ての丸と×が配置できました。ここからゲームのプレイロジックを実装してくださいと。で、そのロジックの内容、ゲームは自動でスタートし、プレイヤーのターンから始まるようにすると。で、プレイヤーがマスをクリックすると丸が配置される。続けて CPU がランダムに×を配置。今回これ AI とかを使わずにもうシンプルなランダムな CPU でいきます。で、交互に配置して3つ揃えた方が勝ちと。で、最後まで揃わなかったら引き分け。で、ルールがあって、そのルール、ユーザーが勝ったときはウィンを、JSON ですね。ユーザーが負けるとルーズ、引き分けるとドロー、JSON を再生すると。で、勝敗表示の後に5秒後にまたゲームをリセットして、ここに戻るといったシンプルなロジックで依頼を出します。コピーして、また Ctrl+A、Ctrl+V で貼り付けて Ctrl+S で見てみます。グリッドが出ていますね。クリック。出ますね。おう。丸。なるほど。と、まあこんな感じ。一応、ロジックはいけてるっぽいですね。あれリセットしたら消えた。この辺りが F12 エラーは出てなさそうですね。でプレイします。なるほど。ではこの状況を伝えます。書き修正してください。リセットした時にグリッドが表示されません。表示するようにしてください。で、ウィン、ルーズ、ドロー、ゲーム画面の中央に配置してくださいと。これでやってみます。で、修正点、グリッドの再表示の修正と勝敗アニメーションを中央に配置としてくれているので、またコピーして更新します。Ctrl+A、Ctrl+V、Ctrl+S。直りましたね。で、リセットはできてますね。アイテム開けてみましょう。ランダム。頑張れランダム。買ってしまった。こんな感じでデバッグしていきます。勝敗おかしいな。勝敗はすべてウィンが表示されます。引き分けはドロー、ユーザーの負けはルーズを表示してくださいと。勝ちですね。勝敗はすべてウィンが表示されます。丸×ゲームの3つ揃った方が勝ちに基づいて、引き分けはドロー、ユーザーの負けはルーズを表示してくださいと。そしてここから少し沼にはまりました。何回修正を行っても勝敗判定が正しく表示されないと、勝っても負けても勝ちしか表示されない、負けしか表示されないみたいなトラブルに見舞われました。で GPT 自体は何度修正してもこれでいけるよという風に出してくるのですが、全然うまくいかないというのを繰り返したのですが、それを解決する糸口となったのがこの会話となります。1回目の勝敗判定は機能しているようですが、リセットした2戦目以降で勝敗がおかしくなるようです。ここから解決に進んでいきました。要は1戦目の勝利はうまくいっているけど、2戦目以降で崩れると。なので GPT 的にはロジックは正しいよと。で、実際1戦目はその正しいように動いているのですが、リセットの処理がうまくいってなかったという部分になるので、ゲームをプレイして、このうまく処理がいかないパターンを自分で見つけ出して、それを GPT に伝えるというようなことが必要になってきます。こういったことはよくあるんで、この部分を見つけてあげないと、さすがに GPT も何が間違ってるって言ってるのかわからないといった状態になってきますので、こういった形で、人とのやり取りと同じように何がいけないというのを具体的に見つけて伝えてあげる必要があるといった感じですね。で、最終的な行動、ゲーム盤面とアニメーションを完全にクリア、リセット時にロッテアニメーションを再読み込む処理を追加といった形で、リセットの処理を改善してコードを更新すると、勝ち
構負けるのがむずい。負けと。で、引き分けと。こんな感じで After Effects で作ったアニメーションを JavaScript で制御してゲーム化するといったことができます。作り方のコツとしては、小さいロジック、コンパクトな最低限の基盤的なロジック、今回であればグリッドだけ先に配置して、次に丸を配置する、×を配置する、で、ゲームの操作ロジックを足すみたいな感じで、一つ一つ足していくのが、やりやすいんじゃないかなと思います。で、一つ一つ足していくと、その差分ですね、なんかもうコード見ながら、ちょっとずつ自然と修正したりコピペしてると分かってくるので、全然独学でもできますし、さらにこれウェブページに実装するんであれば、レスポンシブ、ブラウザの幅に合わせてゲーム画面を拡大縮小してくれとか、スマホ対応するんであればタッチ操作も追加してくださいみたいなことをしてると、まだ機能、ロジックを追加していけますので、そういった感じで理想の形に仕上げていけるかなといった形となります。こういったウェブ上での操作できるようなロジックですね。もともと昔はフラッシュがこういったものを専門としていて、そのフラッシュの後継ソフトとなる Adobe Animate が現在こういったものを作るのに最適なツールっていう位置づけにはなっていると思うんですが、やっぱり After Effects で作るようなリッチなアニメーションですね。少し凝ったような、今回シンプルに作ってますが、もっと派手なシェイプアニメーションとかも、モーショングラフィックスも入れれますので、触れるモーショングラフィックスというか、そういった華やかなものを作ろうと思うと、この After Effects をロッティで書き出したものを制御するっていうのは一ついいやり方なんじゃないかなというふうに思います。例えば、もともと Web 広告畑の人間の視点としては、プレイヤブルアド、ゲーム型広告ですね。みたいなことにもこういったものが使っていけるんじゃないかなと。今でも動画のバナーかと思いきや、実は操作できるみたいな、ゲームのソシャゲとかの広告なんかであったりすると思うんですが、それがゲームだけじゃなくて、普通のバナー広告なんかでも何か仕掛けがあって、派手さで目を引くというよりはなんかちょっと興味を持たせる仕掛けみたいなものをコンテンツとして広告に組み込んだりみたいな面白いことできるんじゃないかなというふうな期待もあって研究しながら作っている感じとなります。今回作った丸×ゲームは後でトライラのページかどこかにアップしてリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひ触ってみてください。で、こういうのに興味がある方はぜひ、ちょっとわからないなりに、作るのをチャレンジしていただければと思います。といった感じで今回は以上です。またお会いしましょう。